最後のクロスボーン XMX1 クロスボーンガンダム X1 フルクロス XMX1 クロスボーンガンダム X1 フルクロスは2006年7月から2007年9月までガンダムエースで連載された漫画機動戦士クロスボーンガンダム鋼鉄の7人で登場する機体です。 X1 フルクロスはトビア・アロナクスが登場し、木星帝国が地球を超長距離コロニーレーザーで攻撃するというゼウスのイカズチ計画を阻止するために戦った機体です。今回はそんなクロスボーンガンダム X1 フルクロスについて解説させていただきます。あなたに手渡されていたものを今こそ全て受け継ぎます、キンケドゥさん。宇宙世紀王133木星帝国のクラックスレガチによる地球侵攻作戦を阻止するべく、トビアはクロスボーンガンダム X3 で戦い、最終的にX3 は跡形もなく消滅しました。その後、クロスボーンガンダム X1 回のパイロットであるキンケドゥ・ナウがベラロナと共に地球で安穏に暮らすため X1 回はトビアに引き渡されます。そして引き継いだ X1 を回収し、トビアが X3 の次に登場したのが XMX1 回クロスボーンガンダム X1 回スカルハートとなりました。X1 回は漫画機動戦士クロスボーンガンダムスカルハートから鋼鉄の7人までの作品で登場し、木星戦役以降宇宙海賊によって X1 回が再回収された機体です。 X1 回はまたの名をスカルハートと呼びますが、これはコロニー間の騒乱のたび疾風のごとく現れ刃を振るい、その場を収めることから、それを目撃したコロニーの民間人たちが胸のドクロレリーフを見て名付けた名前です。両部の武装として X1 は両側にシザーアンカーを搭載しており、 X1 回では両側にスクリューウェットを搭載していましたが、スカルハートは右前部にシザーアンカー、左前部にスクリューウェットという X1 と X1 回の中間的な装備を持っています。そしてスカルハートで追加された装備としてピーコックスマッシャーがあります。クジャクのオハをなぞらえたような形状をしたこの武装はサナリーの純正装備ではなく、クロスボーンヴァンガードがあり合わせの既存兵器を組み合わせて作り出した兵器となります。一射で9発のビームを広域に発射できるため、複数の敵を仕留めるのに使用されたり、素早い敵に対しては体を回転させてビームの軌道を読ませないランダムシュートという仕様がされています。なおピーコックスマッシャーは数発でエネルギー切れとなるため、通常は ABC マント内に隠してあるピーコックスマッシャーの重厚パーツを交換しながら使う必要があります。漫画機動戦士クロスボーンガンダムスカルハートでは、グレイストーク通称木星じいさんの依頼のもと、アムロレイの戦闘能力をコピーしたバイオノーを搭載するモビルスーツアマツサを倒すために活躍しました。どんなニュータイプでも初めて見る武器は反応が遅れるものだって。その後もクロスボーンガンダムのフレームはサナリーが次期主力モビルスーツ開発の実験用素体として使用しており、わずかながら生産が続いていることから補給が効き運用され続けます。宇宙世紀王136漫画機動戦士クロスボーンガンダム鋼鉄の7人では、木星帝国から追われたエウロペルガチからゼウスのイカズチ計画を知らされます。木星帝国は壊滅したと思われていましたが、新総統カリスト兄弟のもとに組織が再編されました。ゼウスのイカズチ計画とは、木星帝国に建造されたコロニーレーザーであるシンバーツによって6億キロの彼方から地球を直接砲撃するというものです。エウロペによって知らされたゼウスのイカズチ計画の発動までのタイムリミットは2週間弱。宇宙世紀の世界では全てのモビルスーツのジェネレータを稼働させるための核融合燃料であるヘリウム3を採取運搬するために、地球と木星間を航行する中立のヘリウム船団が存在しますが、この時代通常は地球から木星へ行くには早くても3ヶ月はかかります。そのためまずは時間内木星へたどり着く方法を探します。唯一の希望はサナリーの先進技術であるミノフスキードライブユニットでした。これは戦艦マザーヴァンガードに装備されていた光の帆に使用されていた技術ですが、マザーヴァンガードは全大戦で失われたため、サナリーの月面基地に向かい短時間で地球から木星へ移動する方法を求めます。サナリーが開発したミノフスキードライブユニット搭載モビルスーツである F99 レコードブレイカーを用いれば1週間で木星までたどり着くことが可能と分かりました。しかし到着後は激しい戦闘になることが予想されるため、
最低でも7人の優秀なパイロットが必要という判断が下されます。そんな中、木星帝国の新総統の一人、影のカリストがゼウスのイカズチ計画の妨げになる可能性を断とうと襲撃してきます。トビアはスカルハートで応戦しますが、影のカリストが操るコルニグスに敗れてしまい、F99 レコードブレイカーも全機撃墜されてしまいました。なお、光の翼は再開発され、後の V2 ガンダムに搭載されることになっていきます。希望はまだあるはずです。両腕を切り落とされ各部損傷し、中破してしまったスカルハートを、サナリー第2月面開発実験所にあった X3 のパーツをつなぎ合わせることで復活します。それがクロスボーンガンダム X1 パッチワークとなります。クロスボーンガンダム X1、X2、X3 が同一機のためパーツの流用が効きます。本機のベースは X1 ですが、倉庫に眠っていた X3 の補給パーツが装備されました。そのためスカルハートと同様の武装に加えて胸部ガドリングガンと腕部のアイフィールドハンドが設置されました。ミノフスキードライブユニット搭載機が全て失ったと思われていましたが、サナリーの情報によりマザーヴァンガードが大破した際の部品をアナハイムエレクトロニクスが回収し、光の翼の実験を行っていたことがわかります。それはサナリーがイカロスと呼ぶ実験機。トビアはパッチワークに登場し、イカロスを探し出すため、そして仲間探しを行うため地球へ降下します。仲間たちと出会い、ついにイカロスを発見しますが、影のカリストがコルニグスを地球圏の環境下に適した回収機であるインプルースコルニグスで襲撃してきたため、仲間たちと共にパッチワークで迎撃しました。インプルースコルニグスの動きに翻弄されるトビアたちでしたが、イカロス回収作業用に装備したフックシールドのワイヤーを巻きつけることで動きを封じ、辛くも撃破しました。俺はこの時を、この瞬間を待っていたんだ。イカロスを無事回収したことで木星に行き、コロニーレーザーシンバーツを破壊するためクロスボーンガンダム X1 パッチワークは回収されます。そして全てのパーツを積み込み、一つの補給パーツも残らない最終形として完成したのが XMX1 クロスボーンガンダム X1 フルクロスとなります。作戦名は鋼鉄の7人。バーンズ・ガーンズバックはバーラトプマで近接援護、ローズマリー・ラズベリーはアラナー美女で遠方支援、ギリガ・リューカースビスはビギナギナ2で攻撃手、ミノル・スズキは F90 I タイプで攻撃手、ミッチェル・ドレックナーが F91 で遠距離支援、エウロペルガチがアンヘル・ディオナで総指揮、そしてトビアードナクスがクロスボーンガンダム X1 フルクロスで近接援護を行います。X1 フルクロスにはフルクロスと呼ばれる短期特攻を可能にする追加装甲が施されています。まず両肩にはドクロ型のスカルヘッドユニットを搭載しており、これには X3 用のアイフィールド発生機が左右で2機ずつ合計4機内蔵されています。そして爆発的な加速力を生むスラスターが内蔵されたフレームに残されていた ADC マントを全て積装して貼り合わせた驚異的な対ビーム弾性能を持つ特殊装甲となっています。武装としてはクロスボーンガンダムが持つ武装を集めた集大成となっています。まず X3 が装備していたムラマサブラスターを持ちます。これは凄まじい切断力を持ち、ガンモードとサーベルモードを切り替え可能な武装です。作中ではアンヘルディオナのバックパックが大型のコンテナになっており、ムラマサブラスターが収納されています。ムラマサブラスターが渡された際は前方脇にある装甲がムラマサブラスターを振る際邪魔になってしまうので、本格的な格闘戦を行うためにフルクロスの一部をパージして可動域を広げています。他にもスカルハートが装備していたピーコックスマッシャー、腰部右前部のシザーアンカー、腰部左前部のスクリューウェッブ、胸部ガドリングガン、そして X1 の頃より搭載されているビームサーベルやヒートダガーといった多数の武装を持ちます。また設計プランによれば装甲内に収納式のヒートカッターを内蔵していたとも伝えられています。またパッチワークは腕部にアイフィールドハンドを装備していましたが、 X1 フルクロスはスカルヘッドにアイフィールドを移植したことから、腕部は量産型クロスボーンであるフリントのものに差し替えられました。そのため腕部でアイフィールドを発生させることはできなくなっていますが、代わりにブランドマーカーによるビーム場での格闘やビームシールドの形成が可能となっています。作中では光のカリストがカル・ディキトゥスとの決戦時にカリストの動きを追うため
わざとフルクロスを捨てて攻撃に集中するという捨て身の作戦で立ち向かいます。左腕を村正ブラスターごと切られるも、瞬時にシザーアンカーを射出し、切断された左腕を回収して全身を翻すことで、慣性を生かした斬撃をディキトゥスに与えて、左腕、左足を切断することに成功しました。持ってくれ、俺のクロスボウガンダム。その後、シンバーツ内でのディキトゥスとの戦闘では、トビアのとっさの起点により、スカルヘッドユニットをナックルガードとして使用し、アイフィールドでビームアックスを搭載し、ブランドマーカーを打ち込むことで、とどめの一撃を食らわせました。なお、この技は、後に、SD ガンダム G ジェネレーションワールドにて、スカルヘッドナックルガードという必殺技名が付けられています。X1 フルクロスは、最終的にコロニーレーザー、シンバーツを破壊しますが、その爆発に巻き込まれて大破しました。これがクロスボーンガンダムが目撃された最後の記録となったのです。エウロペの手助けによって、トビアは辛くも生存しますが、失明してしまいます。その後、カーティスと名を変えて、テテニスの前に現れ、共に木星を平和に向け、変革させようと尽力していくのです。遠くに消えた少女にさえ、いつか追いついて、肩を並べて歩いて行けるはずだから。余談ですが、スカルハートで、トビアに天草の破壊を依頼したグレイストークは、受動アーシタの老後という説があります。その理由は、グレーが登場するモビルスーツ、ガンプが、ダブルゼータガンダムの面影を残していること、ガンダム王のグレイストークのカードには、受動アーシタが場にいるときは出せないと記載されていること、SD ガンダム G ジェネレーションスピリッツでは、グレーの声優は、受動役の矢尾和樹氏が演じていること、さらにその後の世界である、機動戦士ビクトリーガンダム、エクソダスでは、ガンプに隠された頭部が出現し、ハイメガキャノンを発射していること、機動戦士ガンダムエクストリーム VS シリーズでは、トビアと受動の掛け合いがあること、などが挙げられます。これらの内容からすれば、グレイストークが受動アーシタであることは間違いないように思えます。しかし、漫画クロスボーンガンダムがスカルハート以降、富野義行氏は原作として関与しておらず、長谷川雄一氏のオリジナル作品となるからか、公式では、グレーと受動が同一人物と示す文献は存在しておらず、ぼかされた設定になっているようです。今回は、これで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。